こんにちは。今日は以前編んだ半袖のプルオーバーのこの袖の部分を伸ばしていって長袖にしていきます。長袖も糸を変えることによって春夏も楽しめるようになります。例えばこんな糸が合うかと思います。お好きな糸で編んでみてください。編み方はこの部分から糸を出していって筒状に編んでいきます。ちょうどここと同じように編んでいくのであまり難しくはありません。よかったら試してみてください。今回使用するのはダイソーさんのポリエステル毛糸。色はグレー。これと同じ糸で編んでいきます。これは 150g で約600メートル入っています。使用かぎ針の目安は6号。これを2本一緒にして10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。こんな感じの袖を作っていきます。これは最初の2周だけ減らし目をして狭くしています。あとはまっすぐ編んでいます。最後だけ細編みを3周で、ここも狭くして丸い感じにしています。この長さは約33センチ。ちなみに横幅は14センチ。で、この長さは体に合わせて好みの長さにします。で、偶数でも奇数でも大丈夫です。で、七分丈にしても大丈夫です。好みの感じにしてください。表を上にして袖を作っていきます。脇の下には鎖が5つ。1、2、3、4、5。この真ん中に針を入れます。で、新しい糸。糸を引き出してしまって結んでおきます。で、同じところに針を入れて糸を出してここから鎖を2つ。1、2。次は減らし目をします。ちょっと位置関係が見にくいので、これが鎖5つ。これが今編んだ鎖。この鎖5つの出ているところ。ここに針を入れて未完成の長編み。次はこの真ん中に針を入れて未完成の長編み。これを一度にして減らし目をします。まず一つ目はここで、未完成の長編みは長編みの途中絡めて3本のうち2本から引き抜いて、これが未完成の長編み。次はこの真ん中、ここに未完成の長編み2本から引き抜いて未完成の長編みが2つ。これを一度に引き抜きます。で、こういう減らし目ができました。で、次は今まで V と長編み3つ V と長編み3つ、これを交互に繰り返してきたので、これからも同じように繰り返していきます。今は長編み3つ、次は V を編んでいきます。で、今はここに未完成の長編みを引き抜いたところ、
次に鎖を一つ。ここが未完成の長編みと、ここも未完成の長編み。一度に引き抜いたところ。鎖を一つ。で、同じところ。この長編み3つの真ん中に長編みを一つ。普通の長編みをします。これでここに V ができました。片方は減らし目の未完成の長編み。こっちは普通の長編み。で、次からは全部普通の長編みをしていきます。普通の長編みと鎖と普通の長編みで V。で、次も V。V ステッチを編んできました。またこことここで減らし目をします。ここは鎖5つの出ているところ。ここに未完成の長編み。ここにも未完成の長編み。ここでは V を作りながら未完成の長編みをします。まずここに普通の長編み。鎖を一つ。次は未完成の長編み。で、このまま次に未完成の長編み。ここは鎖5つで、このまま未完成の長編み。で、この未完成の長編みは少し緩くなりやすいのできつめにしておきます。で、これで引き抜くのではなくて、最初に編んだ鎖2つ、この下から2つ目に針を入れます。こっちが2本になっています。で、この鎖を通って一度に引き抜きます。これが鎖。鎖を通ってで一度に引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。鎖を3つ、3で、ここには V があります。この V に針を入れて長編みを1つ。今ここに鎖で、この両脇に V があります。ここに長編みを1つ。これで鎖3つ、長編みが1つで、隣の V、 ここには長編みを3つ。次も長編みを3つ。今までと同じようになるように、この長編み3つと V を交互に繰り返していきます。で、次も長編みを3つのぐるっと編んでいきます。ここまで繰り返していきます。長編み3つずつ編んできました。最後はここに普通の長編みを1つで、ここは最初に編んだ鎖のすぐ手前、ここに普通の長編みで、最初の鎖に引き抜きます。下から3つ目、1、2、3
き抜いて、これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目からはずっと減らし目をしないでまっすぐ編んでいきます。で、今この下のここを見ると、長編みと長編みの代わりの鎖、長編み、長編みが3つになっています。今まで編んできたように、長編み3つの上には V で、また長編み3つ V と編んでいきます。これをここと同じとみなしていって、ここには V を作ります。V は鎖4つ、1、2、3、4で、同じところに長編み、これで V で、次も V を作っていきます。長編み3つの真ん中、で、このままぐるっと編んでいきます。 V ステッチを編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。またこの V の中に針を入れて引き抜いて、鎖を3つ、三角の中に長編みを2つ、で、次は長編みを3つ、で、次も長編みを3つ、次もこのままくるっと編んでいきます。長編み3つずつ編んできました。最初の鎖の下から3つ目、これで4周目が終わりました。次は5周目、 V を作っていきます。このまま次の長編みの上、ここから鎖を4つ、根元に長編み、これで V ができました。次も今までと同じように V を作っていきます。ぐるっと編んだら、この鎖の下から3つ目に引き抜きます。で、また三角の中に針を入れて長編みを編んでいきます。実際に袖を通してみて、好みの長さになるようにします。で、着た時にはこう長くなるので、それも含めて体に合わせてください。21周編んできました。長さはここから測って約31センチ。ちなみに横幅は約14センチ。最後に細編みで3周します。こんな感じにしていくので、まず普通の細編みで1周します。今 V が終わったところ、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は細編みをしていきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に細編みを1つ、次はこの三角の中に針を入れて細編みをします。次はこの長編みの上、ここに細編みを1つ、次は三角の中で、この長編みの上、三角の中で、これで1周します。
細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これで細編みの1周目が終わりました。次は丸く狭くしていきたいので減らし目をしていきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に普通の細編み、次は細編みの減らし目、まずここに細編みの途中まで、隣にも細編みの途中まで、これを一度に引き抜いて減らし目、次は普通の細編み、次は減らし目、一度に引き抜きます。これで減らし目、普通の細編み、減らし目、普通の細編み、減らし目と、次は普通の細編み、順番に編んでいきます。ここに普通の細編み、次は減らし目、普通の細編み、次は減らし目、これで一周します。減らし目をしてきました。最初の細編みに引き抜きます。これで細編みの2周目が終わりました。次は3周目、鎖を1つ、根元に細編み、3周目は1つに1つの細編みをしていきます。このまま1周します。ぐるっと編んで、ここまで普通の細編みをしていきます。3周目を編んできました。最後はとじ針を使って糸処理をします。少し長めに切ってかぎ針を外します。で、今糸が出ているのは最後の細編み、これが最初の細編み、この隣に針を入れて、手前から向こうに針を入れて、で最後の細編みに戻ります。上から針を入れて、で大きさを揃えます。でここを引き締めたら、ここも針を通して整えます。何回か行ったり来たりしてほどけないようにします。こんな感じで切りたいと思います。この袖は少し長めに作っていて、裾は短めにしているので、いろんな服に合わせやすくなっています。で、この袖の形は、ここが少しボリュームがあって、先端だけ少し狭くしているので、可愛いシルエットになりました。サイズは、今回作ったのはこの部分。ここは33センチ。この襟ぐりから袖口までは
58センチ、袖の幅は14センチで、前回作ったこの本体はここから裾までは45センチ、横幅は50センチで、こんな感じになっています。使った糸はこの本体が300、今回作ったこの袖の部分は 100g、 この毛糸1玉で足ります。ただ糸を引き出しにくいので2玉使った方が楽だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。